やっほー、皆さんこんにちは。今日は久しぶりにメロンパンを作ろうと思って今クッキー生地からね作ってます。ちょっと最近全然パン系を作ってなかったから甘い系のパンでね何か作ろうかなって思って今日はねメロンパンにしてみました。メロンパンは過去に1回だけ作ったことがあって、その時はひよこと亀のメロンパンを作ったんだけど、今回もそれに負けずにね可愛くアレンジしたメロンパンを作っちゃいたいと思います。さあ行くぞ。何のアレンジにするかすっごい悩んだんだけど、秋スイーツの締めにキノコの形のメロンパンにしちゃおうかなってちょっと考えてます。ということで今回もクッキーに必要な色をつけていきます。まずは抹茶パウダーで緑色の生地を作りました。次は赤のアイシングカラーを加えて赤色の生地を作りました。キノコといえばの色だよね。もう一つねオレンジ色に着色した生地もね作りました。今回はこの3色でいこうかなと思います。じゃーん、3つの色ができました。かわいい3色、いい感じだね。ちゃんと全部調和が取れてる気がする。抹茶の色が結構深いから他の2色も深い感じの赤とオレンジにしました。ブラウンを少しね加えるとこういう深みのある色になるのでおすすめです。ではこれはねちょっと冷やしていきます。クッキーを冷やしてる間にメロンパンの本体のパン生地の部分を作っていきます。ドライイーストはねこれを使ってるんだけど、こういう小分けタイプがね本当に使いやすくておすすめです。ボウルに材料を入れて生地がある程度まとまるまでここで混ぜていきます。生地がまとまったらこっからが本番です。作業台の上でひたすら生地をこねていきます。ホームベーカリーがある人は材料を全部入れて、ホームベーカリーくんが生地をこね終わるのをテレビを見ながら待ってましょう。バターを入れてねこうやってこねてくるとまとまってくるからね、こっからさらに5分くらいずっとこね続けます。てかさ、パンってさめっちゃ痩せる気がするんだけど、もう結構疲れてきてるよ。お菓子作りは腕がムキムキになって、パン作りは全体的に脂肪燃焼みたいな。パンをこねながらこの後の作業工程を頭の中で整理しておくのが理想なんだけど、この時間は本当に何も考えてない虚無の時間でした。いい感じかな。私はね結構パンは本当にお菓子作りと比べると20分の1くらいしか作んないからね、素人なんですけどそれっぽくやってます。見て、かわいい。パンってさこね終わった後めっちゃ可愛くない？なんかもう満月みたい。ここから膨らんでほしいね。そしたらここで一次発酵させようかな。では、いってらっしゃい。大きくなるんだよ。ということで一次発酵させておきます。ちょっとこの後これを焼いてる間にカップケーキを作ろうかなって思うので、ちょっとねオーブンは使わずに常温で一旦発酵させておきます。そしたら次はマフィンを作っていきます。急激に寒くなってきてるからさ、結構な時間バター常温に置いといたんだけど全然硬いっていうね。冬ってお菓子作りにとってメリットの方が大きいんだけど、これは唯一デメリットな気がするぞ。てかもうそっか、冬か。早いね、あっという間だね。冬もクリスマス、年末年始、バレンタイン、たくさんイベントあるよね。あとなんといってもフルーツで一番映えるイチゴがやってくるからね、もう楽しみで仕方ない。またねこっから3種類に分けてそれぞれ味をつけていきます。なんか最近さ秋っぽい味ばっかだったから、今回はココア抹茶アールグレーみたいにしたいなって思います。かぼちゃとか紫芋とかね、そういうのが最近多かったからね。
ということでまずはアールグレイの生地から作っていきます。本当はね生地をいっぺんにまとめて作っちゃいたいんだけど、ベーキングパウダーって水分と混ざった瞬間から膨らみ始めちゃうから、粉類を入れるところまではいっぺんに作って、その後は焼くタイミングに合わせてそれぞれの生地を仕上げていこうという戦法です。ちょっとかっこよく言ったけど、ただのめんどくさがりです。最後にね牛乳を入れます。ちょっとこうやってアールグレイを入れるだけで一段とおしゃれな味になるからね、本当におすすめです。やるじゃないか。米の生地ができました。そしたらいつもタルトで使ってる土台にクラシン紙を敷いて作った生地を絞っていきます。だいたい7割くらいのところまで絞るとちょうどいい気がする。いや微妙に絞りすぎかも。では第1弾焼いていきます。第1弾焼いてる間にトマト食器を片付けて、次の抹茶の生地の準備をしておきました。見える？これめっちゃ膨らんでるマフィンが。このオーブンがさ乗ってる棚、白い棚なんだけど、これねお母さんがね作ってくれたの。ここのサイズに合わせてめっちゃありがたい。で新しいオーブンをねずっと買いたかったんだけど、なんで買えなかったかっていうと、冷蔵庫がこんな感じでもうちっちゃいやつなんだけど、その上にね電子レンジをもともと置いてたんだけど、冷蔵庫がちっちゃいからね、この冷蔵庫より大きいサイズの電子レンジを買えなかったのね。でお母さんにちょっとお願いしたら、ぴったりねここの幅に合う棚を作ってくれて、この置ける台の幅が広がったから、大きい電子レンジを買えるのをこれでやっと。でも今月ちょっとね出費が重なってしまったので、来月とうとうついに電子レンジを買おうと思います。あと5分。あ、やばい、次の準備しなきゃ。ということでアールグレイの生地が焼けるタイミングに合わせて抹茶の生地を仕上げていきたいと思います。やばい、ボールがちっちゃい。パンのさボール使っちゃってるからさ、うち大きいボールないんだよね、そんな数。なんでボールが少ないかっていうと、使ったらすぐ洗うみたいにしないとね、本当にキッチンがねすごいことになっちゃうのね。いつも作る量が半端じゃないから、ボールをいくつも持ってると何個もあるからどんどん使っちゃうじゃん。あったらあっただけ使っちゃうし、あったらあっただけ食べちゃうからね、必要な分だけ置いとくのがいいのです。よし、ちょっと牛乳入れよう。やばい、あと38秒で焼けてしまう。絶対に間に合わない。焼けたー。やばい、本当にアールグレイいい香り。じゃーん、焼けました。ただ色がねこっちの方が焼けちゃってるのね。これが多分ちょうどいいかな、わかるかな。ということでちょっとここの2つだけもうちょっと焼いてこようと思います。もう抹茶の生地も出来上がりかな。じゃーん、残りもねいい感じの焼き色になったので取り出してきました。今ねこの型がめっちゃ熱いので、これをちょっと冷水で冷ましてから次の生地を絞っていこうと思います。今日このタルトの土台はフルで活躍してもらう予定なので頑張ってもらいましょう。じゃーん、抹茶の方はこの抹茶のチョコレートをね忍び込ませようと思います。これ前に1回やったんだけどさ、めちゃくちゃその時美味しかったから今回もやっちゃいます。チョコレートを忍び込ませたら生地で蓋をしていきます。よし、じゃあ第2弾抹茶味を焼いていきます。待って、大事件。本当に大事件なんだけどさ、ベーキングパウダー入れるの忘れちゃった。バカー。大丈夫かしら。多分ね、本当に膨らまないずっしりした感じになると思うんだけど。高すぎる。タルトのダマンドみたいな感じになると思うんだよね。わかんないけど。もうしょうがないからね、このままやるんだけど、しくったって感じです。そしたらね、これの上の部分をね、カットしていきます。ちょっとね、トッピング状の都合で。こんな感じです。ベーキングパウダー入れないでどうなるか。煮物ですね、ほんと。ちょっと私を反面教師にしてください。じゃーん。こんな感じでちょっとカットしちゃいます。これちょっと味見。ねえ、もうほんとアールグレイ美味しいんだけど、やっぱ焼きたてって本当に美味しいよね。止まらない。切って食べてとかしたら本当にやばいから、切ったやつはね、冷凍しとこうと思います。なんかに使えそうだしね。はい、全部カットできました。ほい、できました。これちょっと取っておきます。ちょっとで抹茶の生地が出来上がるので、
チョコの生地も作っておきました。なんかさ、思ったより膨らんでるんだけど、ベーキングパウダー入れてないけど。案外美味しいかもね。ずっしりしてて。ちょっと、味の感想は後で食べた時に教えます。焼けました。なんかベーキングパウダーないけどさ、ほら、結構膨らんでない？やっぱりさ、持つとさ、ずっしりしてる感じが伝わります。ちょっと抹茶の方は不安だけど、とりあえずココアの方も絞っちゃいます。ちょっとベーキングパウダーがすでに活躍してしまっているかもしれない。よし、そしたらすぐ入れてきます。これでラストだー。これでラスト。ココアのマフィンを焼いてる間に抹茶マフィンに使うクリームだけ先に作っちゃいます。今回は今作ってるチーズクリームと抹茶クリームのハーフ&ハーフにしようかなって思ってます。前に作ったかぼちゃクリームがすごい可愛かったし美味しかったからね。よし、いい感じ。まずはチーズクリームの完成。たら次はね、抹茶のクリームを作っていきます。ちょっと生クリーム入れすぎたな。あ、てか見て。新しく買ったの。可愛くない？じゃーん。魔女の宅急便ですね。チーズが可愛すぎてさ。買いました。一目惚れです。こんな感じで抹茶パウダーを温めた生クリームに溶かしたら、しっかりこしていきます。こし終わったら泡立てておいた生クリームに加えて混ぜていきます。この時生クリームをね、いつもより緩めに泡立てておくと抹茶クリームと混ぜた後にね、ちょうどいい硬さになるのでおすすめです。抹茶クリームの完成。そしたら絞り袋の片側に抹茶クリームを入れて、もう片方にはチーズクリームを入れるんだけど、それぞれが自分の陣地からはみ出ないように入れなきゃいけないからちょっと難しめなんだよね。さあ、いけてるのかこれは。ちょっと抹茶が優勢な気がするんだけど。ちょっと絞ってみたんだけど、いつまで経ってもチーズクリームが出ない。あ、出始めた。あ、来た。ほい。じゃーん、ハーフ&ハーフになってると思います。チョコレートのマフィンが焼けました。こんな感じです。美味しそう。とりあえずこれも一旦冷まします。よし、そしたらね、次はパンの方を進めていきます。じゃーん、こんな感じに発酵がしてました。で、途中ね、ちょっと発酵させすぎないように、冷蔵庫に移して温度を下げて発酵させてました。マフィンの方がね、ちょっと時間かかっちゃったので。可愛すぎるんだけど。おう、よいしょ。そしたら生地を6等分にして成形していきます。8等分にするか6等分にするかすごい悩んだんだけど、8等分だとちょっとちっちゃいかなって思って、これで1個にします。ちょっと丸め終わったので、これは今からね、ベンチタイムです。そしたら、この子たちを伸ばしていきましょうか。パン生地は置いておいて、作っておいたクッキー生地を伸ばしてキノコの模様を作っていきます。赤の生地を伸ばしたら、まずはちっちゃい丸型で生地をくり抜いていきます。なんか結構生地がさ、やばいんですけど、生地がやばくて厳しいんですけど、とりあえず型抜きだけやっちゃおうかな。3時間くらい冷やした。なんか摘出手術してるみたいで気持ちいい。ちょっとこれ冷やしてきます。緑の生地はしっかり冷えてて型抜きしやすかったです。白の生地も同じ型でくり抜いて緑の生地にね、はめ込みます。最後に生地を慣らして一旦この生地は冷凍庫で冷やしておきます。他の色も組み合わせを変えたりして同じようにやっていくんだけど、生地が緩いと扱いにくいからこまめに冷やしながら作業はしてます。 OK。緑の方が冷えてるからね、緑からやっていきます。なんかこんな感じで円にくり抜いて
本当にさ、ちゃんとまともにできるかわかんないんだけど。こうやってね、くり抜いて、こんな感じでね、くり抜けました。パンの真ん中にこう乗せて、これ大丈夫かしら、本当に。密着させていく。待って、超かわじゃない？もう、かわいい。で、ここにね、キノコを入れたら、いい感じに発酵して膨らんで、キノコの形になるかなって思ったの。ちょっと油をこう引いて。でも、ここに型に入れた状態で発酵させる。まだめちゃかわいい。無理。何この可愛さ、やばくない？ちょっとここに、こんな感じで入れるんです。やばい。で、これがね、本当にお願い、発酵して、こんぐらい膨れて、焼いて膨れてってなったら、キノコの形になってくださいって感じで、願ってます。ただ、焼いた後にこの模様がしっかり残るかっていうのも、危ういというか、わからない。ひび割りは多分起きる。待って、グラニュー糖つけてないんだけど。グラニュー糖つけるの忘れた。この上からつけちゃう。かわいいわ。これがさ、赤とオレンジも来るって思うともうどうしよう。心臓止まらないかな、私。とか言ってる場合じゃないんだよね。よし、続き。今回本当に思いつきでやってるから、っていうかいつもそうな気がするけど、この先発酵させて焼いて、その後にね、理想通りにできてるかっていうのは本当にわからないから不安ではあるんだけど、それと同時に楽しみでもあるんだよね。待って。見て。どうですか？ほい。ちょっと待って。うまくはまんないんだけど。はい、はまった。テンションがやばすぎる。可愛すぎて。大本命の赤です。大本命の赤。お願い。本当に。よいしょ。では最後の一つね、ここに入れていきます。やばいね。ちょっとめっちゃ可愛いね。ただ焼いた後どうなるかな。ほんと怖いな。私の理想は本当にキノコの形で出来上がるっていう感じだからね。ただ焼いた時にこことかがさ、ひび割れとか起きそうだなっていうのは思ってます。ひび割れを起きにくくするために粉糖を使ったり、クッキーつける時に水で湿らしたりとかはしたんだけど、どうなるかはわからないです。っていうのがお菓子作りの楽しいところです。ということで発酵させていきます。残ったクッキーは遊んでみようっと。色をこんな感じでまばらに配置して、ここから生地を一つに伸ばしていきます。おう、いい感じじゃん。お弁当の型なんだけど、もみじの型があるので、ちょっとくり抜いていこうかな。ちょっと待って、冷やしてからの方が良くない？多分くり抜くの。ね。ちょっと一回冷やそうっと。じゃーん。余ったクッキーでね、こんな感じでもみじを作ってみました。めっちゃ可愛くない？模様がこうやってさ、ほら、全部違うの。可愛い。ということで、これは焼いてきます。メロンパンを発酵させてる間にマフィンの方を進めていきます。今これはアールグレーのマフィンに使おうと思ってキャラメルクリームを作ってます。抹茶クリームと同じように作ったキャラメルソースを泡立てておいた生クリームと混ぜていきます。こっちも生クリームは少し緩めに泡立てておきました。ということでキャラメルクリームができました。焼けました。もみじがかわいい。見て。ねえ待って、秘宝。めっちゃ割れてる。ちょっとこれ焼こうと思って確認したらね、すごい割れてました。このために切り込みを多分入れてたんだよね、メロンパンって。しょうがないよね。ちょっと割れててもまだね、可愛いからいいんだけど、こっからさらに膨らんでさ、すごいことになりそうなんだけど。焼いたらさらに膨らむじゃん。ちょっとやばいかなーとか思いつつ、焼いてきます。
メロンパンの焼き上がりは不安でしかないんだけど、その間にマフィンをどんどん仕上げていきます。まずは抹茶マフィンからね。さっき作っておいたクリームを絞って抹茶のチョコでデコレーションをして、悩んだけどピックじゃなくてリボンにしました。他のチョコとアールグレイのマフィンとね、三位一体みたいな感じにしたいので、今回は緑一色って感じにしてみました。こんな感じで抹茶マフィンの完成。かわいい。かわちかわち。待って焼けた。じゃーん、焼けました。見て。見て、ほら横とくっついちゃってます。ちょっとちぎりパンってことにしちゃう？結構遠目で見るとキノコじゃない？なんかね、このキノコがめっちゃ綺麗なんだよね、ほら。ひび割れ一切してない。これ何が違うの他と。最後ら辺にやったやつかなって思います。この2つは。ちょっと出してみようか。熱い。出ない。待って、1個出てる。じゃん。無理やり取りました。ちょっとね、失敗はあったけど、次に活かせるかなと思います。まず型のサイズに比べて生地の一つ一つが大きすぎちゃったのと、真ん中の列を開けて両サイドの2列で2回に分けて焼くのが正解だったかなって思います。あと焼きすぎちゃったね、今回私。表面の焼き色を見ながら焼いてたんだけど、やっぱね、鉄に触れてる部分は結構焼けちゃうの。だからこれもちょっと対策しなきゃいけないかなと思います。メロンパン人生で2回目にしてはね、可愛くできたかなって思います。ちょっと経験。ということで、これができました。ちょっと粗熱取れたらね、すぐラップをしたいと思います。そしたらあとはマフィンを2つ仕上げるだけなので、先にアールグレイの方から仕上げていきます。こっちはまずさっき作っておいたキャラメルクリームを絞って、砕いたクッキーをまばらに振りかけていきます。さっき残しておいたキャラメルソースをかけます。アールグレイとキャラメル。最高ですね。そしたら仕上げにアーモンドとローズマリーでデコレーションをします。はい、できた。じゃーん、こんな感じでアールグレイのキャラメルマフィンができました。こっちは茶系で統一しました。いい感じ。それではとうとう最後になってしまいました。チョコマフィンの方を仕上げていきます。こっちはまず生クリームを絞って蓋をするようにオレオをのせていきます。そしたらアザラシの顔を描いていきます。チョコマフィンはちょっとアニマル風にしてみました。細かい。灰色のクリームもうちょっと濃くてもよかったかも。最後手を描きます。ない方がいいかな。耳じゃね？手じゃなくね？どうこれ？はい、こんな感じでアザラシのチョコマフィンができました。どうかな？いった？こういった？はーい、できました。今回も全部一応できました。めっちゃ可愛い。ちょっとキノコをサランラップめんどくさいからさ、ごめんね、そのままで。マフィン可愛くない？やっぱさ、こう一色にしてよかったね。カラーをしっかり分けて。可愛い。どれが一番美味しいかな。ちょっと抹茶はね、持ったらもう他と比べられないくらい重い。すごくずっしりしてます。これはおまけに作ったクッキー。美味しいといいな。ということで今日はちょっと寝て、明日ね、パン作ろうかなと思うので、体力温存しておきます。じゃあ片付けして寝ます。バイバーイ。今日は大量のパンを焼く日なんだけど、実は予定があって12時までにね家を出なければいけないのね。だから焼く時間とかも考えて朝7時に起きてパンをこねて一時発酵させて、今ひたすらに成形してるって感じ。かわいい。今日も一つのパン生地からいろんな味のパンをね作ります。まずはいつも絶対に作るソーセージパンです。ここから二次発酵させていきます。
次は一番大好きなマヨコーンパンなんだけど、今回ちょっとこんな感じでね、編み込みみたいな感じにして可愛くアレンジしてみました。次は王道のハムチーズパンを作ります。時間があったらなんかグラタンパンとかカレーパンとか作りたかったんだけどね。よいしょ。こうやって切り込み入れてみた。他にも明太マヨとアボカド卵のパンを作ってみました。それでは発酵が終わったものから時間がないのでどんどん焼いていきます。ということでこれ焼いていきます。よいしょ。じゃーん、先にソーセージが焼けました。こんな感じです。で次をねどんどん焼いていきます。よし、次マヨコーン、この中をちょっと潰してたっぷり入れよう。はい、できた。じゃあ焼いていきます。じゃあマヨコーンが焼けました。めっちゃいい焼き色じゃない？美味しそう。次はこれなんだけど、これで焼いていきます。ハムチーズと明太マヨが焼けました。いい感じですね。そしてここで悲しいお知らせ。私はもう行かなければいけないのでね、家は出る時間になってしまったので、ちょっとあと1個だけやってるんだけどね。本当にごめん。今日は会社の人と一日ねずっとボードゲームをしてて、余ったメロンパンをちょっと夜に小腹が空いたので食べたんだけど、温めなくてもすごいねしっとりしてて美味しかったです。なんかセブンイレブンのメロンパンにすごい食感が似てるかも。下のカップのところがパン生地だけになっちゃうから、ホイップとかをね中に入れたらいいかなって思いました。やっぱ菓子パンの中でメロンパン本当に上位で好きかも。来年もう一回きのこメロンパンを挑戦したいな。マフィンも全種類食べたんだけど、一番美味しかったのはアールグレーかなって思います。キャラメルクリームとアールグレーの生地がねすごいマッチしてて美味しかったです。抹茶はやっぱりね味は美味しかったんだけど、やっぱベーキングパウダーを入れ忘れちゃダメだね。ふわふわの方が全然美味しいです。今回もいろいろ反省点が多いお菓子作りになっちゃったね。次回は久しぶりにキャラクター会かも。ということで今日の動画はここら辺で。最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね、バイバイ。